ごきげんよう、アスママです。コストコ購入品、アレンジやルーティンを交えてご紹介します。チャンネル登録もお願いします。グーイーシナモンロール6個入り1698円です。ベーカリーコーナーの新商品です。1個あたりは283円なので、ちょっとね、これもお高いなと迷いました。加工日は今日。常温で消費期限はしあさってです。シナモンロールはアルミケースにぎっちり入っていてちぎりパンのようになっています。1個あたりは 260g 前後で936キロカロリーです。オーブンとトースターの両方で加熱しました。チーズアイシングはとろりと溶けて少しこんがりするまで焼きました。アイシングは意外に甘すぎず、生地はシナモンが効いていてとても美味しいです。オーブンで焼いた方の生地は柔らかく油が染み出てオイリーな舌触り。トースターで焼いた方の生地はパリッとしています。どちらもありですが、私はオイリーなオーブン焼きの方が好みです。時間が経ってもオーブンで加熱した方はふんわり。トースターで加熱した方はかりんとう、そこまで硬くはないんですけれども、かりんとうに近いです。ラップして冷凍もできますが、私は耐熱容器に入れました。かさばりますが、解凍後容器のままオーブンで焼き上げることができます。ポークカルニタスブリトー4個入り2216円です。1個あたりは554円。ちょっとねお高いなと思ったんですけれども、加工日は今日、消費期限は明日です。重さは 270g 前後 556.2 キロカロリーです。緑と赤とチーズの黄色が目立ちます。クリスマスカラーで映えますね。そのままでも加熱しても OK とのことです。広げてみるとお肉がたっぷりです。ポークカルニタスとはアメリカ版プルドポークだそうで、見た目はプルドポークですけれども味付けが違います。プルドポークのバーベキューソースよりも肉自体は薄味ですけれども、トマトベースのサルサソースが効いて少しピリッとパンチがあります。緑はロメインレタスとワカモレディップ。残念だったのはコストコあるあるですが、お肉に筋が多かったことです。あと買ったばかりなのにレタスが調味料に浸ってるせいかぐったりしていてシャキシャキ感はありませんでした。翌朝にはブリトー全体がドローンとしてて、映え感はありません。美味しさも落ちてます。パクチーが効いていて私も家族も苦手な味でした。ストロベリー&ラズベリーマスカルポーネクリームケーキ2580円です。消費期限はあさってです。メルマガ掲載の新商品です。ケースごと測って 1521g。大きめのいちごが12個、ナパージュがかかってツヤツヤしています。ホリデーケーキに使われがちなホワイトチョコレートコポーが散らしてあります。いちご12個の重さは 368g。マンモスいちごなので食べやすさを重視して半分に切りました。ティラミスの空きグラス12個に分け入れました。期限内で食べきれない分はグラスごとラップで包んで冷凍します。解凍は冷蔵庫です。スポンジケーキ、いちごソース、ラズベリーマスカルポーネクリーム、カスタードクリーム、クレームシャンティのそうですが、ほとんどクリームです。でも軽めのクリームでベリーの酸味も効いてくどさは感じません。ホワイトチョコレートコポーは大きめで厚めなのでパリパリした食感がアクセントになります。なんだかんだこういういちごのケーキが我が家では一番人気です。いくらでも食べられそうですけれども、このグラス1個分で265キロカロリーです。アースグミアソート2398円です。原産国は中国。賞味期限は来年の11月です。約1年です。アースグミが16個、サッカーグミが17個。いちごグミ17個のアソートで、ビッグアースグミが1個です。直径は28ミリくらい、いちごは37ミリくらいです。ビッグアースグミは5センチです。
シェル型になっているのですが、これがもう硬くて開けづらくてですね、後で気づいたんですけれども、押して開けるんだそうです。それぞれ中心にジャムが入っています。いちごはいちご果汁が使われていて、香りもいちご風味。サッカーボールとアースグミはリンゴ果汁が使われているみたいですが、独特の香りでリンゴ感はしないです。開封した時から歯磨き粉っぽい香りがするので嫌な予感はしましたが、アースグミは歯磨き粉っぽい風味でした。ビッグアースグミも同じです。赤いジャムはマグマをイメージしているそうですね。食感はグミですけれども、食べ物とは思えない味でして、もうね、買ったことを後悔しました。東京ティートレーディングの黒茶ウーロン茶100杯分988円から200円オフは12月10日までです。メルマガ掲載品です。賞味期限は2025年の4月です。約1年と5ヶ月です。プーアール茶と台湾産ウーロン茶と漢方のケツメイシをブレンドした美容健康茶だそうです。人数分のティーバッグをポットに入れてお湯を入れましたが、直接カップに入れて抽出しても良いので便利ですね。好みの濃さになったら湯飲みに入れます。普通にウーロン茶の味ですから飲みやすく美味しいです。チャーシュー鯛だし混ぜそば 100g あたり176円で1822円です。デリカコーナーの新商品です。加工日は昨日、消費期限は明日です。チャーシューは形大きさは不揃いですが16枚でした。長ネギと青ネギと糸唐辛子がたくさん。コストコデリは大抵4から5人分を想定しているようですが、麺の量が我が家では3人でちょうど良いです。ケースごとレンジで加熱しました。500ワットで5分。ここで辛いのが苦手な家族からの指摘で糸唐辛子を除去しました。かき混ぜてさらに10分加熱します。ソースはドロッと粘度高めですけれども、熱々の麺には問題なく絡みます。ソースだけで舐めてみると魚臭さを感じたのでちょっとね不安だったんですけれども、麺に絡めてみればそうでもないです。でもレモンを絞って食べました。今までの麺シリーズのようなしょっぱさはなく食べやすかったんですけれども、チャーシューがしょっぱめです。期待とは違ってハムに近いような食感のやつでジューシーさがないのも残念でした。オイコスのマンゴー 113g が12個1180円です。1個あたりは 98.3 円。製造は群馬県。賞味期限は12月29日です。約1ヶ月です。今年の6月頃からの期間限定商品ですが、コストコでは新フレーバーとなります。数量限定ということもあり飛ぶように売れていました。他にいつものストロベリーとプレーンもありました。タンパク質は 10.1g、90キロカロリーです。マンゴーソースは主張しすぎず下の方に控えめに入っています。果肉もあり、マンゴーの風味も甘さもちょうどよくて美味しいです。木村屋昭和なグラタンパン6個648円です。昭和なシリーズの新商品です。1個あたりは108円。製造は千葉県。消費期限はしあさってです。縦横 75mm で高さは4センチくらいです。1個あたりは189キロカロリーです。昭和というよりも平成で流行りだしたキューブパンです。ふわふわのパン生地の中は空洞。フィリングは控えめに入っていますがちょうどいい量です。小さめのマカロニはホワイトソースに馴染んでて存在感のなさがかえって良い感じです。赤いのはベーコンっぽく見えますけれどもちょっとねよくわからないです。黄色はコーンです。半分をレンジ、600ワットで10秒温めてきました。さらにふわふわになってます。温めた方が圧倒的に美味しいです。フィリングは少し塩は強めですが過去にご紹介したものほど強くはないですしクリーミーです。素朴で美味しいホワイトソースグラタンです。
表面のチーズのあたりだけ塩が効いています。袋ごと冷凍もしてみました。袋ごとレンジ OK かは書いてなかったのですが、袋に数箇所切り込みを入れて電子レンジで温めました。600ワットで60秒加熱してみたら、パンは少し汗をかいていますが熱々のふわふわです。ウィンターペンネグラタン 100g あたり257円で3639円です。加工日は昨日、消費期限は明日です。デリカコーナーの新商品で試食もさせていただきました。名前の通り冬季限定とのことです。真ん中の赤いものがランゴスティーニロブスターで、いつものパナメイエビが両サイドに並べてあります。先に冷凍する分を取り分けてから、アルミケースごと180度に予熱したオーブンで20分焼きました。オマールエビ風味ソースとアルフレッドソースの2種類が使われていて、深みのある味わいです。ペンネは大きすぎず小さすぎずのこのグラタンに合ったサイズで食べやすいです。エビ味しっかりリッチな味わいで美味しかったです。娘が一番気に入って食べてました。ポークミートボールマルゲリータ 100g あたり194円で2592円です。新商品となっていますが再登場です。加工日は昨日、消費期限は明日です。直径5センチくらいの大きめミートボールがマルゲリータソースに絡めてあります。シュレッドチーズとパセリがかけてあります。マルゲリータとはモッツァレラとバジルってイメージなので、なんかちょっと違うような気がしますが、ソースはフードコートのピザのマルゲリータソースに似ているように思います。ミートボールは20個でした。一つ一つが大きいので食べ応えがあります。肉々しくて美味しいです。マーケット王のノンフライイエガムポテトチップス 64g が12箱1298円です。1箱あたりは 108.16 円。原産国は韓国。賞味期限は来年の7月です。約8ヶ月です。2つのアルミパウチに分かれていますので、湿気の心配がなくて助かります。ウェーブカットタイプ。ノンフライなので油っぽくはなくクラッカーっぽいです。薄いのでパリッとした食感、程よい塩加減で美味しいです。朝食を作ります。デザート用にバレンシアオレンジシラカップにチアシードを入れてふやかしておきます。小松菜の硬い部分を炒めたら4つに切った味付けガムをだしごと入れて、残りの小松菜も入れます。小松菜がしんなりしたらオイスターソースを絡め溶き卵を回し入れます。卵が固まれば出来上がりです。昭和なグラタンパンをランチプレートに盛り付けたら朝食の完成です。今週のお酒はアサヒ生ビール黒生とマルエフです。 LINE キャンペーンでいただいたのでコストコとは関係ありません。コクと爽快感の両方をしっかり感じて美味しいです。メニューは小松菜とミニパプリカの酢味噌和え、ウィンターペンネグラタン、ミートボールマルゲリータとフリルレタス、イエガムポテトチップスです。毎週金曜日にまとめ買いをしています。詳しいレビューは数回に分けて編集完了次第アップしていきます。チャンネル登録をお願いします。概要欄にご紹介しきれなかった購入品も含めた価格情報などを載せています。お買い物の参考になさってください。今回も最後まで見てくださりありがとうございました。